皆さんどうも、みゆみんです。本日も勝利の女神ニケについての動画になります。私もそうでしたが、戦闘力は足りているのに、ボス戦で詰まっている方、意外と設定がうまくいってなくて進めていない場合があります。ですので今日は、ニケの設定の部分にスポットを当ててみていきたいと思います。まずは、基準となるスコアを定めるために全てデフォルトの設定で、ユニオンの射撃場を利用して測定してみたいと思います。実際は5回ずつ実施しましたが、動画内では尺の都合上、金字値が得られていますので2回ずつ流れます。また、お使いのモバイルや PC のスペックによっては、得た結果と異なる場合がありますのでご了承ください。デフォルト設定の1回目では、約1560万点でした。2回目も続けて同じように、全てオートで触れることなく計測していきます。ユニオンの射撃場では、ニケの組み合わせの相性なども確認できるので、ぜひ使ってみてくださいね。デフォルト設定の2回目では、約1520万点。1回目の結果とほぼ近い値という結果になりました。2回目の結果の下にある数値は、実際に5回計測した際の平均値になります。このデフォルトの平均値を基準に、スコアが上振れする設定があるか見ていきますが、プラスマイナス50万程度は誤差の範囲とお考えください。まずは、スキルカットシーンの設定です。シーンのカットをすることで、スコア上昇が期待できるかと思っていたのですが、こちらに関しては、どの設定も全くスコアに変動がなかったので割愛しますね。次に照準点の移動速度を最大値にまで引き上げた場合を見ていきたいと思います。この設定どちらかというと、マニュアルの際に、照準の合わせやすさにかなり影響しそうですが、多くの場合も移動速度を上げることによって、スコアに大きく影響するのでしょうか。皆さんはどう予想しますか？ 1 回目の測定では、約1560万点とデフォルトの設定と大差ありませんでした。照準点の移動速度を上げただけでは、あまりスコアには影響ないのでしょうか。続けて、2回目の測定を見ていきたいと思います。2回目の結果では1600万点を少し超えて、約1610万点となりました。検証回数が少ないので誤差の範囲かもしれませんが、5回のアベレージでも1600万点を超えてきましたので、多少の効果が期待できるかもしれませんね。3つ目に検証する設定は、画面の振動をオンからオフにするとどうなるか確認したいと思います。画面の振動オフに関しては、オフにすることで、スコアが伸びるとおっしゃってる方が結構多いので、期待したいところですね。では、実際に検証してみましょう。これまでと同じように、他の設定は全てデフォルト、画面振動だけをオフにして1回目を計測していきます。結果はどうでしょうか？噂されている通り、本当に効果があるのかとっても気になりますね。1回目の結果、1600万点を超えて、約1630万点となりました。噂通りかもしれません。最高スコアが出ました。2回目も同じ計測方法で計測します。1回だけだとさすがに、偶然の場合もありますので、果たしてどのような結果になるのでしょうか。2回目の結果も1600万点を超えて、約1640万点となりました。5回検証したアベレージも1640万点付近ということで、この画面振動オフの設定変更は、効果があるかもしれません。あくまで結果からの推測ですが、画面振動により、サーバーとの通信、クライアント側の処理速度に何らかの遅延が発生するのかもしれませんね。4つ目の検証設定は、フレームレートの変更です。FPS やシューティングゲームで、スコアに一番関わるところですよね。今回の検証、できる限りクライアント側の処理速度の影響を受けないよう、すべての検証を同じハイスペックのマシンで検証していますのでご了承ください。それでは、フレームレートを上げた時の1回目の検証から見ていきましょう。フレームレートをご存じない方のために、簡単に言うと、1秒あたりの描画回数のことです。つまり 30fps を 60fps に上げると、2倍の描画が可能となり、より動作が滑らかになり、操作からモニター表示までの内部遅延も減ります。1回目はデフォルトより上振れしましたが、思ったより大したことなかったなという印象となる結果でした。2回目の検証はどうでしょうか。2回目の検証では、1700万点を超えて大きくスコアを伸ばしました。また、5回の平均アベレージでも1700万点に近づく結果となり、これまでの4つの設定のうち、一番効果が大きい設定と言えるのではないでしょうか。ただし、
フレームレートを上げて効果を得るためには条件があります。皆さんがご利用されているモバイルや PC、このスペックが伴わないと、結果を得ることは難しく、上げることで逆に悪影響を及ぼす場合もありますので、射撃場で設定を変更して比較してみてくださいね。設定効果順はご覧の通り、1位はフレームレートを上げる、2位は画面の振動をオフにする、3位は小順点の移動速度を上げるという結果になりました。また他の設定項目については、ほとんどデフォルトと大差が現れず、モバイルで同様に検証した場合は、1番目と2番目の順位が入れ替わる結果となりました。ここまで来たら、効果のあった3つを同時に設定したらどうなるのか気になりますよね。もちろん、気になることは全部検証しないと気が済まない性格なので、3つを同時に設定した場合も5回検証してみましたので結果を一緒に見てくださいね。結果としては、もっと期待していたのですが、フレームレートだけを上げた時と大差がありませんでした。残念。あと最後に、戦闘力は十分だけど何かボスが倒せないという方に、とても大事な設定があります。ご存知の方も多いと思いますが、小銃補正の設定をオフにして戦ってみてください。特に11の27など、ターゲットの赤丸の中を的確に狙わないと全滅の危機に陥るステージでは、この設定は必須です。私もこれのせいで、11の27に長居してしまったので、もしボス戦で赤丸の照準を狙いたいのに、他の場所に照準が吸い込まれてしまう場合など、照準補正設定をオフにして、試してみてくださいね。随時、皆さんに必要な情報をお届けしたいと思いますので、こういう情報があったらいいななどございましたら、コメントやメールでお寄せください。本日はここまでにしたいと思います。この動画気に入っていただけた方は、チャンネルのご登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。